今回は Netflix 新作映画カウンターアタックとバスティオン36をご紹介します。チャンネル登録もお願いします。まずはカウンターアタック、メキシコ映画のご紹介です。メキシコのエリート特殊部隊マルシエ・ラゴスを率いるキャプテン・ゲレロは国境沿いで活動する麻薬カルテル LA ハンブレの壊滅を命じられる。ゲレロはこれまで数々の危険な作戦を遂行し、確かな戦術眼とカリスマ的なリーダーシップで部隊を勝利へ導いてきた。しかし今回のミッションは過去にないほど危険なものだった。ある日、ゲレロたちはカルテルのメンバーによる女性ルシアとその娘カルラの有害未遂事件に遭遇する。ゲレロたちは即座に介入し敵を制圧するが、これがカルテルの首領ホセとエル・基本ウリアスの怒りを買うことになる。ホセトは冷酷非道な犯罪者でありながら戦略家としても優れた頭脳を持つ男だった。この救出劇の直後、ゲレロと部隊の行動がカルテルに完全に露見し、敵は報復として彼らの拠点を襲撃する。数的に圧倒的な不利な状況に追い込まれたムルシエ・ラゴスの隊員たち。精鋭スナイパー古女、ベテラン兵隊、衛生兵コンボらが奮闘するも次々と仲間が倒れていく。ゲレロたちは生き延びるために敵の包囲網を突破し、荒れ果てた村の廃墟へと逃げ込む。しかしホセコの弟ロマン・ウリアスや冷徹な助監部コブラ率いるカルテルの精鋭たちは執拗に追跡を続け、彼らを徹底的に追い詰めていく。一方でゲレロはある情報をつかむ。カルテルは数十人の人々を秘密裏に殺害し、大量埋装置を作っていたという事実が発覚する。ルシアはその情報を政府に伝えようとしたことでカルテルに狙われていたのだった。ゲレロは単なる生き残り戦ではなく正義のために戦う決意を固める。逃亡戦から反撃戦へ、ゲレロたちは村の地形を利用し罠を仕掛けて敵を迎え撃つ作戦を開始する。銃撃戦の果てについにホセフォトの一騎打ちへと発展するのだった。果たしてゲレロたちは生き延びカルテルを壊滅させることができるのか。そしてルシアとカルラは無事に救われるのか。麻薬やマフィア、腐敗警察官など犯罪が身近にあるメキシコならではの迫力ある映画。ツッコミどころがありつつも面白く見ることができる作品になっています。次のご紹介はバスティオン36フランス映画です。フランス・パリの夜、犯罪多発地域として知られるバスティオン36。この地区の裏側では警察と犯罪組織が複雑に絡み合い、秩序と混沌なせめぎ合っていた。かつてエリート部隊に所属し卓越した捜査能力を持っていた主人公ビクトール・ベルモンドは、ある事件をきっかけに警察内部の問題に巻き込まれ組織を追われることになった。それから数年、彼は死刑の一警官として地道な仕事に従事していたが、心のどこかではかつての仲間たちと共に戦っていた日々を忘れられずにいた。そんなある日、彼のもとへ衝撃的な知らせが入る。かつてのエリート部隊の仲間が相次いで不審な死を遂げているというのだ。公式には事故や自殺と処理されていたが、ビクトールにはそれが単なる偶然とは思えなかった。亡くなった仲間たちは皆かつての部隊で何か重要な秘密を共有していた。事件の背後には何があるのか。ビクトールは独自に捜査を開始する。捜査を進める中で彼は旧知の同僚エウティク・ギャラと再会し、彼もまた同じ疑問を抱いていることを知る。2人は協力し、亡くなった仲間たちが生前最後に接触していた人物や彼らが関わっていた事件について調査を進めていく。やがて浮かび上がったのは警察内部のある極秘作戦の存在だった。その作戦は警察の一部が裏で犯罪組織と密約を交わし、パリの治安維持と引き換えに何かを隠蔽していたというものだった。そしてそれを知る者は次々と命を狙われていたのだ。さらに謎めいた情報提供者として現れたジアナリストのミレーヌが事件の鍵を握る重要な証拠を持っていることが判明する。しかし彼女もまた何者かに追われており、ビクトールは彼女を守りながら真相に迫ることになる。彼らが真相に近づくにつれ、警察上層部の関与が疑われるようになり、ついにはビクトール自身が内部の裏切り者として追われる立場となってしまう。組織からの圧力と次々と迫り来る刺客、警察内部の腐敗、犯罪組織の影、そしてビクトールの過去全てが交錯する中、彼は真実を暴くことができるのか。
物語はクライマックスへと突き進み、彼が最後に選ぶ決断が全ての運命を左右することになる。ビクトール・ベルモンドの演技は圧巻です。一人で背負うには重すぎる真実、知ってしまったがために生命を狙われかねない真実。フランスの美しい風景と都会の陰鬱な雰囲気が物語に深みを与えています。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価もお願いします。